今日もピクミン3デラックスやっていきます。前回もう少しでルーイの救出に行けるかもってところだったね。どうせボス戦だろうな。まあこのゲームのボスって基本的に弱いし、今回も楽勝だろうな。油断しきっているね。さて、今回はやることがはっきりしているので、ちゃっちゃか進めるぞ。まずは、アルフ君、爆弾を取ってきてくれ。石壁の奥に果実があったからね。で、チャーリーは羽ピクミンを連れて、水場の先の果実とか、箸のかけらを取ってきてくれ。果実は、ドレイク号の近くにあったんだけど見逃してました。で、ブリトニーは、赤ピクミンと岩ピクミンを連れて、やることがない。じゃあまあ、完成予定の橋の場所で待たせてようか。手頃な敵やペレットがあったら、それをやらせるんだけど、だいたい昨日のうちに回収しきっちゃったんだよな。じゃあ、そういうことで、3人とも行動開始。まずは、キピクミン部隊で爆弾を入手。石壁に爆弾3つ使うとして、1つ余るし、ボスに使ってみてもいいかもね。どんなもんなんだろうな、爆弾。砂漠のボスは爆弾が特攻っぽかったけど、特攻じゃない相手にも効くのかな。まあ、効くかもしれないけど、自滅の危険もあるから使いどころは限られそうだね。羽ピクミン部隊にして、ここ、ちょっとした小道があったんだな。大量のペレットと、ブドウ。ペレットも魅力的だけど、今回はブドウだけでいいね。ブドウは運ばせたらここに戻ってくるが、ペレットを運ばせたらオニオン前で待機しちゃうからな。じゃあ、チャーリーはそこで待たせておくとして。ちょっと時間ができちゃったね。アルフ君も到着するまで時間があるな。ブリトニーさんで散歩でもしようかな。たまにはまったり景色を楽しもう。しかし、ブドウの回収メッセージがうるさいな。通知が多いソシャゲみたいな。クランバトル回収中、ルナの塔開催中、みたいなやつな。最近やってないな、ブリコメ。たまにソシャゲを2つ同時にやろうとするけど、すぐ1つに戻っちゃうんだよね。友人はアークナイツとグラブルとフェイト号のイベントが同時に来て死にかけてたな。よくそこまで手広くやれるよな。どうも日課を増やしすぎるとやる気をなくしちゃうんだよね。と、ラベンってたらそろそろ石壁付近かな。あったあった。爆破用意。爆破完了です。派手にやるじゃねえか。で、これはなんだ、なしかな。これも普段食べないので自信ないやつ。じゃ、チャーリーの王の作業も終わったし、こっちの水場の奥に行かせるか。はい、到着。橋のかけら、じゃん。羽ピクミンを24匹連れてきたけど、橋のかけらも24個だったようで。危ねえ、数が足りてよかった。まあ羽ピクミンについていって、橋の完成を見届けようかな。へいへい、橋のかけらがあった場所に戻ろうとするんじゃない。よーし、橋が完成。これで、ルーイを助けに行けるぞ。時間的にも十分な余裕。と、ちょっと来客だ。ポーズしてと。来客の対応終わったついでに、生物図鑑をまったり見てたわ。各隊員の感想が載ってるんだけど、死体の重さとか弱点とか有用な情報もあるんだよね。しかし、この感想リスト、明らかに空きが2つあるんだよな。オリマーとルーイの枠があるな。これ、ルーイの感想、食べ方の解説しかしてなさそう。まあ、そろそろルーイを助けるか。メモデータあるじゃん。保護色でめちゃめちゃわかりづらくなってる。一気に進んでたら気づかなかったかもしれんな。来客対応で一旦落ち着いたから見つけられたところある。オリマーの娘からのメールだね。単身赴任なの？だって、単身赴任どころかもう遭難しちゃってるんだよな。よし、改めて行くぞ行くぞ。もしかして登りきるまで結構長い。ちょっと残り時間を気にするやつ。
なんか、ここに来てポケモンみたいなやつが出てきたな。リークインかな。まあまずは弱点チェックだ。多分はピクミンが効くんだろうな。名前はタテゴトハチスズメ。隙をついて羽ピクミンで突撃しよう。隙をついてってことは、普段はガードが硬いのかな。まあどうなるのかわからんし、まずは一匹行ってこい。なんか普通に帰ってこれたな。一匹ぐらいは見逃してくれるのかもしれない。で、なんか、螺旋の力で狙われてるんだな。あ、今が好きだな。突撃。羽ピクミンたちが飛ばされていく。攻撃判定の持続がずっと続いてたんだねあれ。くそ。普通のピクミンで戦ったるわい。そして攻略ヒントが5だ。激辛スプレーボタンと攻略ヒントボタンめっちゃ間違えちゃうんよな。あ、ピクミンが捕まってる。殴ればいいのかこれは。うわ、解放できなかったピクミンが死んだ。意外と攻撃力あるのな、お前ら。でも、捕まっても、一定時間の猶予があるのはかなりやりやすいね。っていうか今も攻撃できるんじゃない？ちょっと試してみようぜ。小さい蜂に振り払われたね。でも死ぬわけじゃないんだな。お、また、螺旋の力ね。はいはい。今度は、ちゃんと激辛スプレー使ってみようか。ドーピング激辛スープだ。死ねやん。囲んで棒で叩き続けろ。HP が半分になると強制的に振り払われてしまった。MMO でよくあるやつ。尾行技が飛んでくるの？野戦治療とか心房炎量を撒いてもろて。まあ、もうやってないんだけどね。FF 終了。グレンのリベレーター勢でした。と、今度は螺旋の力アタックじゃないのか。果たしてどんな攻撃を？面制圧されそうな陣形。こういう時は、ぐるぐる回ってりゃええねん。お、いさけた。どんどこ殴れ。ボスの HP が残り 25% になったね。次で倒せるかな？しかし、相手が隙を見せるまで暇ねえ。雑談でもする。ボス戦なのに。まあいいけど。最近、右側の立ち絵をもっと動けるやつに変えようと思っててな。今は 3D モデルに手を出そうとちょっと勉強中なのよ。エニティ、難しいね。と、なんだこの攻撃は。あ、画面端にいない方がいい。敵の攻撃に気を使ってわざわざ中央に行くのであった。そして、避ける方法は思いついた。回避連打だ。成功法とは思えないんだけどな。これなら、ピクミンの被害はなし。隊員は、ほんのちょっとだけ食らうが問題なし。手爆弾投げちゃったよ。逃げろ逃げろ。あわや大惨事ですよ。くそ、適当なところに捨ててくればよかった。いつかはこうなると思ってたんだよな。ボスに攻撃する時にも毎回気をつけて避けてたけど、人間はミスをするもの。で、何の話だっけ？そうそう 3D モデルだよ。3D モデルを扱えるようになれば、モーションとか服装とかアクセサリーとか自由自在だからね。ゲームに合わせたモーションが欲しいんだよな。例えば、このゲームだとピクミンを投げるモーションが欲しかったし、モーションは他の人が作ったデータを買えば流用できるしね。自分で作る必要はないのだ。まあ、多少の手直しとかは必要かもだけどね。その辺も含めてちょこちょこ勉強中なのだ。まあまだ構想段階なので、実現するのは相当後になると思います。予防線はちゃんと張らないとな。あ、そんなこと言ってたら、倒しちゃったな。Captain Orim, excusez-moi, concentre. Rake, tu souhaites pas. 種類類。ボスを倒したら全員死んじゃうんだな。前に小さい蜂を倒した時は死体が残らなかったけど、今回は残るんだね。もしかして、この死体一つ一つに判定がある。これ、まあそりゃ、死体だしね。運べるんじゃない？おお、すげえ持ったな。これいけるぞ。残りのピクミン全員に運ばせようか。
なんだかすごいことになっちゃったぞ。全員に運ばせて隊列は0匹である。1分の1だらけで気持ち悪くなってくるな。完全に渋滞してるな。これ、無理に追い越そうとして事故が起きそう。ついでに羽ピクミンでしか取れない果実を回収。帰ろうぜ。画面右の長蛇の列が気になるな。すごい勢いで吸い込まれていっておる。あ、ルーイがアブダクションされている。パーツや果実と同じ扱いなんだね。レイク、スヒチョン。ドライキー、ニヤム、テナク、ヌルン、パパンソ、ノロン。しかし、プレイヤー目線だとオリマー&ルーイは知ってたけど、アルフたちと本編で会うのは初めてなんだな。どんな会話をするのか想像できないね。っていうか、ルーイが会話をするのが想像できないね。意思疎通ができるのかな。ボスを倒してルーイを救出できたし、なかなかいい日だったな。小さい鉢でグラフがじわ伸びしてるのがちょっと面白いな。そんななかなかいい日のリプレイはこちら。リプレイ終了。いや、ボスを倒した後の長蛇の列は、リプレイで見ても圧巻だな。といったところで、今回はこの辺りで、お疲れっした。良ければフォローやチャンネル登録よろしく。